それでは続きをやっていきましょう。前回はロア野郎の軍勢を待ち伏せで撃破したところまでやったな。20ターン目開始。オラクル・オブ・ティーンズとの戦力差はこんな感じ。まあ若干負けてるけど誤差やな。有効度はこんな感じだね。珍しく嫌悪感がマイナス25しかない。ゼロじゃないのに嬉しがるお姉ちゃん。グリーンスキンに嫌悪感抱かないやつなんておらんやろ。それはそう。こいつは同盟国にぴったりかもな。戦力も申し分ないですし、お金でも貢いで好感度上げましょうか。好きな男に振り向いて欲しくて貢ぐも都合のいい女扱いされ、いいように使われる葵ちゃん。違うからね、あくまでこちらが利用してやるだけだからね。ちなみに今こいつらと戦争しているみたいだよ。ズラトランとうちらの東にあったスケイブンよな。この2勢力は近いうちに滅びますね。どちらにしてもこいつらが領有している地域はクエストクリアの条件になってますので、ティーンチとは仲良くするか戦争するかする必要がありそうです。それでは早速お金でも提供しますか。早速貢いでいくスタイル。ラストディフェンダー戦線の軍勢は14部隊みたいですね。守備隊含めるといけそうでもあるしいけなさそうでもある感じ。ユニット次第ですが半分はわからない上にサウルス系が多めなので結構質は高いかもですね。こっちは相変わらずサベージオークが主力やからな。ロアマスター戦線は南に進軍したところ3軍勢を確認しました。3軍勢やと。と言ってもほぼほぼロードだけの軍勢っぽいので恐れるに足りません。よかった。こっちが罠にはまったのかと思ったやん。ラストディフェンダー戦線では新しく砲兵1部隊、歩兵2部隊を招集。そろそろあいつらとも決着つけたいな。20ターン目エンド。ズラトランが死んだ。あれは確実に滅亡コースですね。一つ悩みの種が減ったってことか。問題はロアマスターの動き。一軍海へ出かけていったな。どこかの領地でも占領するつもりでしょうか。あの戦力でか。まあ、あいつらの考えてることなんて知りませんけど。ズラトラン最後の抵抗。勝ち目は、誰がどう見てもないんよな。21ターン目開始。試しに黄金の塔を襲ってみますか。価値ある敗北。敵はさらに戦力を増強してきたみたいですね。守備隊含めるときつくなるわけか。ここは一旦引いて敵が襲ってくるのを待つ。つまり、いつもの待ち伏せ作戦ってことですね。わかります。ロアマスター戦線では敵の絞りかすみたいな軍を撃破しましょうか。絞りかすが逃げた。逃がすな、すべて絞り出せ。ここは自動戦闘やな。あっけない最後。あとは一気に敵の拠点を制圧するで。ロアマスター戦線はめちゃくちゃ順調なんですけどね。ラストディフェンダー戦線が膠着しまくってるんよな。っていうか、無理にラストディフェンダーとは戦わなくてもよかったんじゃ。どちらにしてもラストディフェンダーは戦争相手おらんかったし、こちらに宣戦布告する可能性高かったからな。だったら宣戦布告される前にした方が得よな。わかる。まあ、過ぎ去ったこと言ってもしょうがないですしね。っていうか葵ちゃんが宣戦布告したんじゃなかったっけ？そうでしたっけ？それよりほら、敵のシュートを襲撃しますよ。ごまかした。楽に占領できましたね。やはりシュートは美味しい。ロアマスターも残り1拠点のみ。南の戦線は終わりが見えてきましたね。南が安全になったら次はラストディフェンダーを全戦力で潰す。21ターン目エンド。さよならズラトラン。最後はあっさりと制圧されましたね。こいつら何がしたかったん？避難してたとか？でもすぐ戻ってきてるやん。今さら国の危機に気づいたとか？だとしたら危機感なさすぎるやろ。22ターン目開始。ズラトラン滅亡。ラストディフェンダーは動かなかったですね。あの時の待ち伏せで敵もかなり警戒してるっぽいな。これは厄介なことになりましたね。一旦戦線を下げておきましょうか。あとは旧兵と騎兵を追加。ロアマスターは残り1拠点を襲撃しに前進。次のターンで滅亡までいけそうですね。22ターン目エンド。23ターン目開始。ロアマスターとラストディフェンダーともに動きはほぼなし。それじゃあ、ロア野郎にはとどめを刺すんやで。僅差での勝利みたいですがどうします？自動戦闘だとまた4部隊犠牲が出るんかい。ということで手動戦闘ですね。まあ犠牲が出るならしゃあないな。うち自ら手腕を振るうんやで。それでは開始していきましょう。敵は大体今まで戦ってきたメンバーで構成されているっぽいですね。それよりうちらの軍すでに弱ってない？今までの戦闘がまだ回復しきれてないですね。特にジャイアントはマジで死にかけなので気をつけてください。風が吹けば死ぬような体力。痛風持ちのジャイアントかな。シップスカンパニーはハイエルフの会見歩兵ですね。
まあ、ほぼほぼスピアマンと大差ありません。サベージオークで勝てるか？十分勝てますよ。ロッザーンシーガードの盾持ちもいますが、こいつらは白兵戦もできる射撃ユニット。盾持ちはさらに防御が高いですが、白兵戦はそこまで強くないです。たくさん用意されると突撃する前にかなり削られて厄介ですが、今回は数もそこまでおりません。ということで安全です。弓なんかにひるむなグリーンスキンなら突撃あるのに、正面からぶつかってぶっ潰せ。緑の波はいつにでも怖いな。敵にとっては恐怖でしょうね。ウルザグが単身で突っ込んでる。魔術師ロードですが一瞬で死ぬということもないので大丈夫ですよ。サベージオーク強い。というよりハイエルフの歩兵が弱すぎるだけの気もしますけどね。巨獣は強いんですけど歩兵は微妙なんですよね、ハイエルフ。まあ全てが万能な国家なんてないもんな。あったらそいつだけ使えばいいですしね。ボアボーイズは背後を荒らしてもらってます。ハイエルフは騎兵もいるのですが敵は採用していないのでやりたい放題ですね。騎兵はやっぱり1部隊くらいは用意しておきたい。森の中から突然騎兵がこんにちは。これは効くやろ。敵も敗走寸前。右翼側から敵の援軍が来ておりますね。と言ってもスピアマンやアーチャーなどの雑魚ばかりですが、右翼側で戦ってる奴らがまずいな。一旦戦線下げた方がいいかもですね。今呪文外したで。テクリスは優秀なレジェンダリーロードなんですけどね。右翼側の戦線を下げたおかげで我々の軍勢も敵をうまく迎え撃てそうです。と言ってもほぼほぼ決着ついてるようなものやけどな。騎兵同士の打ち合いも数が多ければ我々の方が有利。あの筋力量で弓引いてるのなかなかシュール。弓も結構筋力使うみたいですけどね。突撃からの殲滅。今夜はエルフの死体を燃料にエルフの肉を堪能するのだ。エルフの肉って美味しい？一度食べればわかるかも。それ人の道を外れないか。その後敵は全軍敗走し我々の決定的な勝利で終了。やったぜ。これでロアマスターとも決着つきましたね。次はラストディフェンダーへ集中できそう。あ、残存兵力が。まああれくらいならすぐに討伐できるし返り討ちにもできるやろ。23ターン目エンド。あっちから玉砕してきましたね。これで完全決着。ラストディフェンダーがわずかな隙間を抜けてきましたね。なんやと、くっそめんどくさいことになった。あの戦力では拠点の守備兵では対処不能なので、迎撃する必要がありそうです。行動力足りるとええけどな。それでは今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てくれると嬉しいで。